私の方がずっと病気ばっかりしてたのに先に死んじゃった。ここのお店の味をなんだろう、なくしたくないっていうのが。お願いします。いつもね、12時半ぐらいまでかかってやってる当時。毎日終終わった後に。わった後に来てる。お願いします。お願いします。お願いします。山田さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さっき僕も知ったんです。亡くなられた店主さん。今年の1月の25日かな、昔に働いてて、出前やってたの。その時の知り合いっていうか、こんな感じ。厨房すごい綺麗です。めっちゃ綺麗でした。毎日終わった後に。終わった後に来てる。さっきお話で出前をされてたって伺ってね。そう、ここに来る前は焼き鳥屋さん15年ぐらいやってたのかな。15年。その出前の仕事は何年ぐらいされてたんですか。何年やってたかな、6年ぐらいやってたかな。その時じゃあ前のマスターで働かれてたみたいな。そう。順番とかあるんですか？これでランチのね。もしかしてくださいます？なんかして消毒ね。端材はこれはこれをね、スープに入れるから、大きいのは頭を鶏ベース、ベースはあとね、何気に豚も入ってる。豆乳。町中華だからさっぱりの中にちょっとこってりが入ってるような、ニュアンス。レシピはね、ないね。分量教えてもらったことないから、これを入れてたなっていうのは分かってるぐらいだから。めっちゃうめえ。これは赤身を選んで買ってきてます。普通のブロックだと脂身ばっかりのとこがあるの。ちゃんとこの赤いとこ、そこを選んで買ってきてます。おフランス産です。美味しい。確かに脂身が少ないから。そう。
麻婆ナスとか、そう麻婆ナス人気ですか？麻婆ナス結構出るね。一番人気は餃子かな。餃子ってなんか特徴あるんですか？皮がもちもち感と、麺屋さん特注なのもちもち感と、その具沢山のキャベツ。こう卓上調味料が結構あるじゃないですか。うんこうおすすめの食べ方とかありますか？結構ね、酢胡椒とか結構みんなやってる。酢とね、胡椒。春巻きとかも、酢と胡椒で食べる人結構いるかもしれない。年配の方はね、レバニラ好きかもしれない。先代が沖縄出身だから沖縄チックな味付けになってる。麺類はね、個人的にはやっぱり味噌ラーメンが、女性はこのあんかけ関東麺とか、あんがこうかかってるような感じ。あと辛い人だと麻婆麺とかダメ、結構人気かもしれない。おはようございます。おはようございます。今日お願いします。よろしくお願いします。奥さんが、ご主人の奥さんになる。そうです。すごいお写真がおちゃらけてるすごい素敵なやつなんですけど、これはあえて奥さんが選んで。そうね。お花とかも綺麗にされてるなと思って。ありがとうございます。可愛らしく。もう厨房は一人でやってたから、うちの旦那が。休みなしですか？休みなしで、まあ一日だけで、週休一日だけで。まあしょうがないよね、自分の店だからね。低酸素白質脳症って言って、結構珍しい病気らしいんだけど、急にね、倒れちゃったからね。おいくつだったんですか？67。若かったです。私は70過ぎてんだけど、彼の方が若いのに。私の方がずっと病気ばっかりしてたのに先に死んじゃったそう喧嘩で有名な夫婦だったけど、うちはこの辺ではもう毎日ずっともう24時間一緒だから、もうね、何十年も一緒に暮らしてるとそんなもんよ、みんな。今は、じゃあ奥さん一人で暮らしてるんですか？そうです。猫3匹と寂しいですか？寂しいですね。っていうか、そうですね、一人いなくなっちゃったっていうのはやっぱり大きいよね。名前が光月っていうお名前。そうですね。由来は糸辺に何むっていうこのひろこって読むんですけど、これで浮かんむりがあるとこうって読むんだけど、これはカタカナの何むなの。地域に広く密着するっていうのかな、そういう意味を持ってる。25年。よかった。ありがとう言ったの。で、2枚ずつ仕事やるよ。おそろがさ、15年されてたわけですね、焼き鳥屋を。やめて今に。ここのお店の味をなくしたくないっていうのが、周囲の方からの応援とかは、結構あると思う。先代の味を作れる人がいないっていうのが、まずそこに近づけていってるようにはしてるんだけど、美味しいって言ってくるのがやっぱり一番嬉しいかな。今日は抜けて。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。空いてる席どうぞ。はい、お待たせです。お願いします。弟子ができた。たまには。よし。
早い。あ、常連さん。毎日毎日。そうなんですか。だってこれもういつもでいいって言われてんじゃん。はいよ。おい。熱いんですよ。今日は何を食べられてるんですか、これは。餃子とビールですね。餃子。とビール。結構長いんですか、通われてここには。長いですね。亡くなられたご主人との付き合いがあって、ずっとそれが続いてる。ちなみに餃子はどんなお味がするんですか。美味しいですよ。ニンニクもバッチリ効いてるし。お父さんの一番のおすすめメニューを教えてほしいです。やっぱり餃子。お願いします。ありがとう。お願いします。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。はい、空いてる席どうぞ。餃子がに五目そばが欲しい。丼に醤油だれを。これ。うん、半分。お願いします。おすすめしてた。
担々麺大盛りで1枚、餃子が2枚、味噌ラーメン大盛りで1枚です。ちょっと煮込んだ方が美味しい。これもおすすめしてた味噌ラーメン。ああ、味噌ラーメン。自家製なの。これもうちで作ってる。ちょっと行きますか。ダブル大盛りだよね。煮込んだ方が関東。お願いします。真ん中ぐらいの時間に出たんだよね。で、最後。で、前は来たことあるんですか。美味しいのに分かってたの。前に。美味しい。関東麺。関東麺。前来たの麻婆麺かな。美味しいです。ちっちゃい。うん。はい、お待ちどおさまです。失礼いたします。すごいでしょ。飲みっぷりがいい。間に。お願いします。醤油かけない。このままいく。もうあとあれです。もう10分。うまい。うちの味はいいから。うまい。二つ目からお酢とこれブラックペッパー。餃子は日本酒。お母さん、これ運んでください。運んでください。私がそこから取るから。私が。はい。君の仕事だ。いつもこんな感じですか。週末はね、やっぱ。すごい。天気もいいと、やっぱり。お願いします。麻婆ナスお待たせです。ありがとうございます。これはうまい。これはね、麻婆ナスなんだけど、麻婆ナスってドロッとしてるでしょ。これがもう普通のもう、これが味がほんと麻婆。今日は来ないけど、お兄さん。でも待ってるよ。店は通われて長いんですか。もう20年ぐらいだ。これ味だよね。味とあと、まあ、おかみかな雰囲気。これの時はいつも来てる。
こういうね、お店はね、ずっと残ってもらわないとさ、まあ、だんだん減ってるじゃない。いってらっしゃい。お疲れ様です。もう本当。はい、お待ちどうさまです。チャーハンしょっぱくなかった。いや、全然めちゃくちゃ美味しかったですよ。来ましたよ。した時に全部外しちゃったの。大丈食べられますよね。シェアもしてください。オリンピックドンキに壊れた中華ドンキがね、安いですよ。これ、ドンキと聞いてる。それ中東。なんかラーメンの自家製で作ってるから人気なんだよ。はい、お待ちどうさまです。どうぞ。なんか商業ビルなんですか？いや、君そうなんだ。飲み物。中学校の理想会ですか？あれはまたスイーツだったんじゃない？あ、このお姉さんすげえ。またね。じゃあ夜会いましょう。今日来た常連さんもそうなんですけど、下にこう一言あれば。今ね、だいぶ、落ち着いてきて、一時ね、ちょっと、料理が荒かったかもしれないんですけども、いい出汁が取れてるので、よかったら、どんどんいらしてください。
ちゃん餃子？餃子です。じゃあ私もじゃあ餃子食べようかな。今から晩ご飯ですか、じゃあ。そう、終わってから晩ご飯よ。 11時前ぐらい。11時、お客さんが引けたらいつもだと45分に閉めるじゃない。はい。それでお客さんが引けるのが11時ちょっとぐらい。あ、で今日たまたまいなかったってことですか。そうたまにこういう時がたくさんありますマジっすか。はい。 30年。 30年です。私はもう夜しか入ってないんで。あ、そうなんだ。そうなんです。別の仕事してて。自分の仕事ちゃんと持ってるの美容師さんなのよ、美容師さん。奥さんもちゃんと仕事持ってるよ、そういう。私はね、すごいけどね。すごいよ。ちょっと今日元気でしょ。昔からね、掃除は毎日。それはもうご自身がいらっしゃった。そう。ただ中間にやっちゃう。合間ってことですか。合間。置いておきまーす。ご飯これだけですか。飲むの。今日は飲むの。ね、でみちゃんね。いつもじゃない、次の日が仕事で早い時は飲まないの。ゆっくりの時だけ。飲むんですね。そう、一緒に飲むの。道具を洗って。これ餃子のヘラ。めっちゃピカピカ。年季が入ってる。どうぞ。お疲れ様です。次の人食べや。やり方とか習ったわけじゃないですよね、仙台。見よう見まねで。熱でもう真っ黒。餃子やるんで結構こっちの。じゃあね、あと水がはけてくるからこんな感じでやるんですね。毎日やってます。いつもね、12時半ぐらいまでかかってやってる掃除。まだまだ今日はちょっと早く上がってるから早いかもしれない。なるほど。めんどくさいなとか思わないんですか。めんどくさいのはないかな。これをやってなんか終了。いただきます。はい。乾杯。お疲れ様です。いただきます。すみません。飲めない。あ、そうなんですか。お酒。でもお酒ダメなの。
須田です。餃子とおつまみその後ろにさ、なんか豆があるから。これお父さん、ご主人のやつだからこれ。お父さんの豆を取るのよ。うちの旦那すごい飲むの好きなの。だからね、3人でよくね、ご飯食べに行ったもんね。ザンパが好きなの。ザンパって青森？青森。あ、そうか、沖縄に通すもんね。そう。そうか。青森の黒が好きなのよ。へえ。ひどい時はザンパ一生に何時間かで飲んだことある。さすがにその日は救急車で運ばれました病院に。すごい未だに笑い話やる。いっぱい飲んで。そう応援してる人がいるのね。へ